あ、どうも。どうも。お願いします。お願いします。お願いします。はい、今日もミーティングをね、第2回目やっていこうかなって思ってるんですけど、そっか、最初自己紹介ですね。あ、元ハイアンドマイティカラーで、ツーサイドワンブレインのメグです。はい。ドラムのサッシュです。よろしくお願いします。もう何も一貫してないのよ、この挨拶のフォーマットも。だってまずプロジェクト名が決まってないんだからっていうかな。なんかその前回試しに撮ってみたものをそのまま勢いで公開しちゃったんですけど、嬉しいことにね、結構いろいろリアクションもありましたね。ね。ありがたいですね。まあ、録画はしてたんだけど、なんかそういうつもりじゃなかったから、なんかちょっとドギマギマしてて。YouTube の方ではね、動画の方にコメントももらってたので、なんとなくちょっと読んでってみましょう。まずは、YouTube のさ、このアカウント名ってさ、アルファベットずらーって並ぶからさ、なんて読んだらいいんだろうってなっちゃうんだけど。嬉しい佐藤とメグシャンっていう風にコメントが来てます。佐藤って呼ぶってことは、まあ古いよね。もうそれこそ高校生くらいの時から知ってるんじゃないかっていう人かもしれないですね。ハイカラデビューにあたり、あだ名が変わったもんね、俺はね。佐藤あ、そうだね。サッシーになって。その前からの人ですよね、だからあざます。僕も未だに LINE では佐藤で登録されてるから。はい。で、菅井村さん。はい。ハイアンドマイティからもドラコバーグも好きなので、これからが楽しみです。自分もバンド組みたいのですが、年齢的にもなかなか巡り合わせがないので、昔からの仲間がいるのは本当にいいですね。確かにね、それあるよね。いや。なんだかんだお互いやめずに、ここまで音楽をやってこれてるわけだからね。井村さんも、ね、バンド組めるといいね。はい。で、ハムキューバー2425さん。久しぶりにこのペアで会話来ててほっこり。首長くしてお待ちしております。そっか。まあ、公の場でこうやって喋るのって、どれぐらいぶりなんだろう。ドラコバーゴの時も やってないんだっけ？ドラバゴの時なんかインスタライブみたいなやつなのかな、やった気するけど、それも多分ドラバゴまで追ってる人ぐらいじゃないと見てないだろうし。あ、そっか。入り口がやっぱめちゃくちゃね、ハイカラだとありがたいですね。ほっこりしてもらえてると。で、AMDU8OX さん、楽しみに待ってます。シンプルだけど嬉しいコメントですね。頑張ります。で、ゆきと2223、ハイカラが青春の私にとっては懐かしすぎて涙が出そうです。ドラコバーゴで当時の気持ちを思い返し、過去皆さんがリモートで演奏してくれるの嬉しすぎた。しばらく時間が経ってしまったけれど、また新しい何かが始まるのが楽しみです。わあ、なんか思ったより期待してもらえてる。ちょっと緊張してきた。ちゃんとやらないといけないっていう気持ちが。いや、大事よ。そういう。どうですか、サッシーさん、今のコメントを聞いて。ずっとこういう風にハイカラドラバゴとか、まあそれぞれ他の活動もあったけど、またね、同じ、まあこのメンツでやるっていうのもあるから、期待値もあるだろうし、マイペースだけど持続的なモチベがずっとあるから、そのコメントでいろいろもっとできるんじゃないかなっていうのありますけどね、なんか。そうだね。まあなんか、僕らもね、ただただ時間過ごしてきたわけじゃないし、いろいろなことやって、その経験の中で得てきた、なんだろう、技術的な部分もそうだけど、いろいろ効率よく、なんか大きいことを、なるべく大きいことをできていったらいいのかなと思うよね。でね、今回は実は前回の動画の中でもちょろっと話題に出したんですけど、僕とサッシが何かやろうっていう時に、その場に立ち会った人がいて、当時のハイアンドマイティからのスタッフでもあるんですけど、今回ゲストでお呼びしております。オッキーさんお越しいただいてます。あざーす。
声でかい。すごい、一番声で。ナイスそのテンションでいくか。そっか、そいやいやのテンションでいった方が。挨拶、僕ほら、ね、音声は聞いてましたからね。そう、スタンバイしてもら俺ずっとざわざわしてて、トーク力。そう。お友達に、周りにいなくて、まあ、バンドがどうのこうのやれるかどうかみたいな。メグが、寄れるといいですね。はい、じゃあ次の。いや、待って。そう、割とサクサクいくんだ。コメントは嬉しいんだけど、なんか一応あくまでさ、ミーティングが本筋だから。はいはい。いや、ここは間違ってないけど、お前たちじゃなきゃ絶対にできない返しシリーズ。そう、ここには期待してくれるなと。聞いてて大変だ、我慢するの大変だと思う。なんかどうにかして入ってやらねえかなと思ってたもん。でも本当にね、コメントは嬉しいんで、ぜひ皆さんコメント残してほしいなって思ってるんですけど、実は今回オッキーにも前回の動画を見たフィードバックっていうのをね、もらってます。ちょっと今回それをね、改めて読み合わせしながら、ああだこうだちょっと言っていけたらいいのかなっていう。これちなみに書き殴りって書いてるんだけど、思ったことをそのままつらーって書いてったってことだよね。そうだよ。じゃあちょっと読んでいきましょう。1個目。テンション低すぎやしないかね。だから難しいよね。YouTube って実は意外に音声だけで聞いてる人いるのよ。はい、どうも、メグですね。っていうことでね。って言ってんで始められると、いや、まあ、いいんだけど、ぬるぬるチャンネルみたいなノリで、もうちょい上げてもいいよね。そっか。二人ともなんかこう、さざ波のようなトークを展開するので。そっか。ちょっとさ、僕これ、オッキーの書いてくれたやつ全体通して一個思ってることがあって、それ先に言っといていい？YouTube の動画に対するコメントが多くてから、僕らのプロジェクトのミーティングの内容とかっていうのにツッコミが一切ないわけよ。オッキーさ、僕らのこと YouTuber と思ってるだろう。いや、入ってこないわけ。はい、なるほどね。まあ、そうだ。話聞いてもらえないと意味ないからな。そう。OK。じゃあちょっとその体で、進めていこうね、話を。できたら字幕触れたら良いかも。AI で良きかと。文字起こしを見るやつに任せるならそれもまたよし。どういうことなんかこれ文章変だね。いや、とりあえず今さ、ここにさ、名前出てるじゃん。で、2人の名前のところに、YouTube のオート字幕は被るのよ。そうだね。だからまあ、どかしてあげるだけでもいいのかもしれないし、まあ、もし字幕つけるんだったら、文字起こしツールかなんか使って、文字起こしバーってやっちゃって、視聴者さん側に、字幕を表示させるっていうふうに仮にするとするならば、この下の名前の欄を上とか横とかわかんないけど、ずらしてあげれば、多分見やすくなるので。なるほどね。多分、今、この、大きいの方に表示されてるロゴマークがあるけど、ストリームヤードっていう、サービスを使って今、ミーティングをね、無理やりやってる感じなんだけど、多分それの仕様上、この名前の位置は変えられないわけよ。ああ、そうなんだ。ここをバサッと切っちゃう、編集で。っていうか、それだったら、じゃあ名前を表記しなければいいのか、最初の方に。これで消しといて、後からつける、上の方に。そう。まあ、でも全然それでもいいんじゃん。オッケー、じゃあそうしよう。だ名前はそうするとして、字幕はね、僕一個考えがあって、あくまででも自動というか AI に任せる感じになってるんだけど、YouTube の主要言語は大体網羅したいんですよ、字幕下の。英語の字幕でも見れるようにしておきたいし、フランス語、中国語、あとはそんな感じは対応しておきたいなと思ってて。だから、それをやるときに圧倒的に YouTube のこの自動文字起こし使った方が楽だから、ちょっとそれでしばらく様子見てみようかななんて。一応、それこそハイアンドマイティカラーもいろいろ海外行ったりとかもしてたから、なんかそこのお客さんとかにも楽しんでもらえるようにはしておきたいなっていう所存。
多分それでいいと思う。オッケー、じゃあちょっとそれはそういう感じにします。3つ目。絵にギターやドラムの何かが見えてるとなおよし。あくまでミュージシャンを出しておきた。これ見た目の話か。そうまあさっきのその引きの絵とかになると3人とも絵がパソコン、まあ俺も含めてになっちゃうけど今は。3人ともパソコンでカタカタやってる謎の人っていう風になるから、あ、そっか。そのワンポイントあるだけで全然違うと思うんだよね。まあ、グリーンバックだからなんか。あ、そうよ。サッシーはそれをドラムにしたらいいんだよな。そのグリーンバックの部分を。もう明らかにゲーム配信やってる人になっちゃってるから。そうだね。今そうだね。すげえちょっとしたことでいいんだけど、ワンアイテム自分がこういうことやってますっていうのは置いておくと、結構絵的には効果的なのよ。なるほど。その、赤さんのギター持たなくてもいいけど。置いていいこれ。気が散る。だけどやっぱり、そこそこの年齢の人たちが、パソコンバックに雑談をしてるっていう見え方は、やっぱり、最初の1秒で、この人何っていうのが分かった方がいいに決まってるんだよ。音楽の話してんだ、くらいの感じは分かる。楽器が映ってればミュージシャンにはなるじゃんみたいな。1秒以内にミュージシャンで認識してほしいみたいなところがある。YouTube で公開する。新規の人とかもね、取り組むためには。そうですね。だって全然ファラオじゃねえし。ファラオって、もう、あんな、ファーストかセカンドくらいでもう終わっとんの。ドレッドのことだと思うけど。そう、ドレッドです。だから、それは絶対あっていいと思うし、別に、仰々しいことはしなくていいと思うよ。ちょっとじゃあ、サッシー、そのグリーンバック、ドラムの絵に変えといて。なんかやっとく。できんのかな。まあ、なんか多分ほら、なんかね、あったよ、設定で。ある。本当？バーチャル背景あるから。あ、そんなのある？そう。ちょっとやってみるわ。メグが今ギターが絵に入ってなかったら FX やってるヒゲのおじさんだからね。確かにな一応キューベース立ち上がってる。いや、そうなんだけど。初見でパッと分かるっていうのが結構大事かなと思います。僕今この服だとグリーンバックそのまま僕透過しちゃうね。なんか。ならないって。ならない。今バーチャル背景やったらさ。意外にならないから。色指定できんから。ちょっとこの辺はなんか踏まえてなんかいろいろ考えてみてるかもしれない。おいっす。はい。で次、これはねちょっと言われたから改善しましたよ。メグの映像と音声のクオリティを少し上げておきたい。サッシーがだいぶ綺麗なのと音声がクリアなので両方のバランスを取っておくと見やすいかも。画質頑張った。今画質的に遜色ある？なんか。まあ俺が一番悪いけど。下から数えると俺メグサッシでサッシがやっぱり相変わらず良すぎるからぶっちぎりで、なんかでも下だけやっぱヌルヌルだよねやっぱね。多分あとはあれかも、PC のグラボかも。そうだね。そう俺もう完全に配信用の PC だし、そういうこと？メグの方は画質はいいんだけどコマが多分少ないんだよね。僕の設定の問題もあるかもしれないけど、このまあだからまあそれはまあおいおいでいいんじゃない？おいおいで。どちらかというと俺も多分その今の俺と音声は多分メグが遜色ないぐらい。そうっすね。大きいの方がちょっとこもってる感じがする。あ、こもってる。ただMac のマイクでやってるの大きいわ。俺はもうそのまま裸、もう Mac その裸。何にもしてない。インカメとエアー。まあ、多分だからコンデンサーとかつなげれば全然改善するけど、そのリソースを割くのかっていう話でね。機材バラすかーみたいな感じ。まあ、僕は僕で AirPods でやってるんですけど。ああ、なるほどね。AirPods なんだ。AirPods の音質。はい。それでちょっとなんか電話とかの感じが出てるのかも。ちょっとコンプかかってる感じがあるよね、なんか。あるね。はい。いずれ回転するかもしれません。はい。そして続きまして、メグのキャラ、ぬるぬるな人間性、漏れた攻撃性、実は固め。これキャラ分析されてる僕らがね。一応そのままサッシーのキャラまで呼ぶけど、
ぬるぬるな人間性、そこは共通してて、埋もれたマニアック性、実はやわめ。これらを初めましての人でも分かる何かの要素があるといいと思う。音とは別に。っていうことなんですけど。これでもね、その YouTuber 的な議題ではなくて、ハイカラ時代によく大人たちが喋ってたことなのよ、これ。やわめとやわめだけ出す。だいぶもう深夜のラーメン屋みたいなって。味濃いめ要するにさっきの音楽をやってますよっていう絵面と一緒っちゃ一緒なんだけど、それがパッと分かる要素っていうのがいつかどっかで出てくるといいよね。でそれで音が乗っかってくると、聴いてる人は深みを味わってくれるからっていうこと。ぬるぬるな人間性って何？なんでそこ広げたんだよ。文句だったら一旦怒らんといけんからここは。どういうことなのちょっと聞かせて。いやでも割とまとえてるでしょ。ぬるぬる。何言ってんだ。視聴者さんは視聴者さんに聞いてみないと。僕ら自分自身のことだからさ、そんな言われてもさ自分自身のことが一番よく見えないんだから。じゃあぬるぬるの対義語は何なの？パキパキ？パキパキじゃない。ああ、そういうことか。パキパキに対するぬるぬるってことね。そうまあそれは沖縄の生まれだからね、私たち。いやまあでもまあだから総じてそういうことだよね。そっか、そうだよな。でもなんだっけ、ハイカラのスタッフ大人たち同士で僕らのことを話してる時間も確かにねあったはずだから。そうでそれをだからその例えばなんか MC の時に誰それが喋るんじゃなくて、じゃあこれに喋らせるんだったらこういうっていうような裏ではなんかそういうやり取りがいっぱいあったわけよ。まああるわな。そうだよね。あるでしょ。みたいなのをパッと思い出して見た時に、多分こういう感じだから、じゃあそれを生かすためにどうしようっていう着眼点は一つ持っておくといいよねっていう話。はいはいはい。今すぐどうこうというよりは分かりやすいっていうのは現代では割と重要じゃん。ぬるぬるなのに音出したらパキパキじゃんっていうのは正攻法だし、昔よりもさらに今の方がもっと意味合いとしては強く出てくる。うまい表現が見つからないけど、普通にその辺にいそうな兄ちゃんがギャオーってやるのがかっこいいみたいなところっていうのはYouTuber さんとか特にそうだよね。本当に普通のお兄ちゃんに2億円ぐらいする車乗ってるみたいな、昔よりももっともっとなんかそれが重要になってきてるんじゃないかと。ちゃんとキャラがかっこいいから、それはもうちょっと具現化できればいいよねっていう。なるほど。てかここまでさ、マジで音楽に関するなんかコメントが一個もないんだけど、前回一応ミーティングっていう流れでどちらかっていうと動画回したのがついでだったんだけど、中でさ展開されてる僕らの活動のね内容っていうのはどうでしたかねっていう。だからミニマムな状態っていうか、僕とサッシーのメイン2人で進めていきますっていう話はその前回の動画でもしてたんだけど、でそれでなんか必要な要素というか、例えば生のベースが欲しいなってなったらその場でマッカス呼ぶないし、もっと違うこのベーシストが合いそうなんじゃないかなみたいな当て込み方もできるだろうし、もしくはシンセサイザーベース、シンベが合うんじゃないかってなった時はそれをはめていくみたいな、そういうフレキシブルな感じで進めていくのがいいんじゃないかなというふうに。なんかそのサシオが自分の中にあるなんかそのクリエイティブ要素が結構重要なことに自分の中で結構重要だったみたいな話があったよね、確かに。はい、でメグが言ってたその余計なことをとりあえず考えずに一番シンプルな形でポンとお寿司でいうネタをポンポンポンと出して、それをなんか形にしてみましょうっていう中で、別にその足らない楽器は別に全部俺が作れるから、それはいいとしても、まずはなんかだから2人がどういうものを出してくるのか、
だってメグだってサッシーで、サッシーだってメグが何出してくるかまだ分かってないんでし分かってない。分かってないです。ょ。で、その中でシンベガとかって言われたって、その全然なんか、ジョン・レノンみたいな曲になってたらもう全然いらねえし。それは、まあまあ、音を聞いてでいいんじゃない？そうだね。必ずしも歌物である必要性もないし、でもかといって、インストにしなきゃいけないわけでもないと思うし。前回の動画もね、この議題によって曲作ってみないと何も言えねえなに尽きる議題多かったんだけど、まあそうだよね。曲作らないとね、始まらないなみたいなところ確かにあるよね。じゃあ、いいや、次の議題いきます。はい。次の議題が、まあ前回の動画で、まあ宿題的な感じで持ち帰った内容も含めるんですけど、そういう議題をここからポンポンポンとミーティングしていきたいなと思います。1個目。もうこれプロジェクト名ですね。なんとなくこれ、オッキーも今候補は先に上げてきてくれてる状態で、一応僕も1個だけ考えてきました。サッシーはどうですか？いや、もうね、それよりも曲に行ってた。全然もう。そっち言ってた。そう。もう、オッケーオッケー。それができてからかなぐらい。なんか2の次、3の次なした。確かに、これもまあ曲できてからでもいい気はするんだけど、なんか、ちょっと視聴者さんというか、見てる人的にもスッキリしたいのかなって思うと、なんとなくっていう感じで僕は考えてきてみたんだけど、じゃあ、どうしようかな。大きいのからいく？いや、俺は別にその、完全におかしいだろ。じゃあ、いいよ、僕のからいくね。僕が考えてきたやつ。ハインドカーニバルです。スペルがこんな感じです。こんな感じ。今画面に出てると思うけど。はいはい。ちょっと一個狙ったのは、略称からも始まってるんですけど、一応そっちに寄せて、本当はね、ハインドカーニバルランドぐらいまで考えてたんだけど、長ってなったから、ちょっとそれをやめたんですけど、ハインドカーニバルランドを略してハイカラみたいなことが言えたら面白いかなっていうのから発信したんだけど、まあ、でもちょっとそれは長いから短くしようっていうので、ハインドカーニバルで意味合いとしては、ハインドが後ろとか過去を意味するような言葉なんですよ。で、まあカーニバルっていうのは皆さんが知ってるようなそういうお祭り的な意味合いなんですけど、今回僕とサッシーなんでボーカルいないからとか、まあメインを司る楽器とかっていうよりは、どっちかっていうと後ろ側を作ることの方がメインになりそうだなって、活動の内容的にも。だから後ろでやってる祭りみたいなニュアンスも込められてたりとかはします。で、一応ね、ハインドってこの時系列の意味でもちょっと過去みたいな意味もあったりするんだけど、まあ過去を振り返りながらもそれを楽しく祝うみたいな、楽しむみたいな、そういう意味も込められるっちゃ込められるっていう感じのニュアンスのプロジェクト名です。一応だから並べた方がいいのか、大きいのやつも言って。俺は単純に単語だと単語になっちゃう。Easy Going Folks。まあでもまあそのリラックスしていて、そうか。そう。気楽に行こうぜみたいな人々のことを指すよっていう。これだ。二人の人間性とか、まあ俺が知ってるハイカラの面々っていうのが、そういう風に見えてたっていうなんか感じ。傍から見た時にはこういう風に見えてるよね、お前らみたいな、なんかないかなと思って探したら、っていう言葉しか浮かんでなかったっていう。これはちなみになんかそういうチャット GPT とかそういうとこ使ってる？そう、チャット GPT。そうか。なるほどね。はいはい。それに僕らの特性をプロンプトとして打ち込んで、なんかそういうので、なんかそういう単語ってないのみたいな、ゆるい人たちとか、なんかそういうようなもうちょっとだから類義語とかを探していって、なんかいい音なのか、いい自活というか、もしあればぐらいの感じかな。タッシーさんどうですか？両方でもこの意味合いというかいけそうだなっていうちゃんとこの
核の部分があるから、うんうんまあ、なんかこう基地感というか、その自分のベースうんうん。になるような要素が、ああ、はいはいはい。そうそうそう、アークエンジェルみたいなこと？アークエンジェルごめん。アークエンジェルガンダムシードの、あガンダムシードのあれ足つきのやつ。そう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 、まあそういう場所であるといいなっていうのはあるから、うんうんうん。ちなみになんか僕のやつちょっと狙いすぎな感じとかしますか？なんか。なんだろうな、俺が聞いたのは、なんかカーニバルが良かった感じはしたんだけど、別に後ろって言わなくてもいいかなとは思った。ああ、ハインドってさ、パッと聞きわかんなくない？後ろっていう感じ。わかんない。確かに。その、ネガティブ要素はあんまりそこから汲み取れなくない？確かに。まあもちろん、英語ネイティブの人たちは汲み取れるんかもしれないけど。カーニバルはでもいいよね。多分、それらを用いてもう一練りした方がいいんじゃない？決定打にかける気がする。あ、ほんと？うん。イージーゴーイングカーニバルって言ったらさ、完全にヒッピーの祭りみたいな。ヒッピーの祭典みたいな。うん完全にもうピースな感じになっちゃうよね。そうだよね。でも意味としては、そのサシオのさっきのホームみたいな、基地というかホームみたいな意味と、まあ俺はそのお気楽な人たちみたいな、ゆるふわみたいなイメージで、ある程度の意味合いとしてはちょっと近しいから、で、そこにメグの要素をプラスした何かしらの、言葉をまた考えていけばいいんじゃない？今ここまでで揃った時にはなるほどねって多分2人の中でなってるものってあるはずだから、これを元にもうちょっとなんかこう、キーワードをポン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 出していけばなんか出てきそうな気はするけどね。そっか、じゃあちょっとポイント整理だけど、僕のさっき言ってたハインドカーニバルのもうスタートがまずハイカラの略称に近づけるっていうところから名前をつけるコンセプト起点になってるんだけど、そのポイントについてどう思うかみたいな。どうだろうね。なんかなんかそんなこだわりがなくて、そこに関して。そうね、僕もこだわってるわけじゃないけど、名前を考えるときになんか一個起点があった方が考えやすいから、じゃあそこから始めようっていうので、まあなんかハインドっていう単語にそこまでこだわりがあるわけでもないと。まあでもカーニバルとかは響きよねぐらいの感じぐらいに思ってたけど。ダメだ。そうなるともうイージーゴーイングカーニバルって出てこないもの。ラブ&ピースよ。全部ギターお前裏でチャッチャッチャッいけなくなるぞお前。そうだね。出揃った要素をもとに一回寝かせれば、っていう。寝かせるか。ちょっと壁打ちじゃないけど、なんとなくこう案を出すことによってイメージしているものの共有とかはできてるから、これで冊子側からもちょっとアイデア出やすくなっただろうし、まああとは曲も書いていきながらっていう感じかな。OK、そうしましょう。じゃあまあこういうアイデアがちらほら出ました。保留っていうことで。議題2。動画制作プロセスについて、これも宿題というか、前回の動画で話して持ち帰った感じでしたけど、一応僕の方でね、ちょっと AI で動画を作るっていうのはできるのかみたいなところで、一個試しにツール使ってみたんだよね。このルーマドリームマシンっていうサービスをね、ちょっと使ってみて、なんかこれもチャット GPT みたいな感じで、プロンプト打ち込んだら、なんか5秒ぐらいで動画生成してくれるみたいなサービスなんですけど、ただ思ったよりはやっぱ言うこと聞かないなっていう印象はあってあとはまあなんか人間が動くのとかも結構不自然というか、ちょっとホラーっぽくなるみたいな要素とかもあるしっていうので、まあ AI 動画制作のこの現在地点っていうのを把握するのにはすごく良かったけど、なんかまだむずいなっていうのは一個印象としては思ったな。OK、動画制作どうする？俺が前提として、まあ、始まったばっかりのプロジェクトなので、まず予算はそんなにありませんよとかっていうところ
と、うん。まあなんか、どうせ動画をこうやってポンポンって出していくことになるんだったら、なんか、そこ効率的にできる方法も考えたいね、みたいなところかな。音があって、うん絵がないっていう状態だよね。そうそうそう。最近インスタと、うん。今ね、俺、ごめん、YouTube はわかんないんだけど、インスタは、AI で作りましたってタグを貼らなきゃいけなかったの、確か。ああ、そうなんだ。へえ。はいで、はいはいメタがそうってことは多分 Facebook もそうでしょ。どこまでを AI にやらせるかとか、で、こっから先人力でやっておけば権利的に OK みたいなラインが今曖昧な気がするから、AI は活用はする。ただし、今の2人の条件に適合するかどうかっていうのが怪しいから、スマホのアプリでテンプレートを使ってやっちゃうのが一番いいんじゃない、このアプリって例えば何？例えば、TikTok に仮に限定するとすると、TikTok 自体っていうのは、そこそこ動画編集の機能がついてるじゃん。アプリの中に。ああ、はいはいはテンプレートを使ってやってしまうっていうのは一つの手だと思う。そのテンプレートを使えば時短にもつながるし、まあその使い方を覚えなきゃいけないっていうのはあるかもしれないけど、携帯でパパパッと済ませるっていうところに収まるっていうのが一個メリットとしてあるかもしれない。うん。そこなんだよな。なんかさ、こういう打ち合わせ動画は、こんなぬるい編集、ぬるいトークでいいと思うんだけど、言うと、ね、本筋のところであるじゃん。この音楽を載せる映像っていう意味では。だから、やっぱりそれなりの品質だったりとか、デザイン性みたいのは担保しておかないと、やっぱ説得力なくなりそうだよねっていうのを思うと、難しい問題だね、これはね。いや、だから下手に動画載せるよりも、綺麗な静止画載せてた方がよっぽどいいとかもあるかもしれないし。それもあると思う。あとは、だから、ショートはそういう風にして、フル尺なものは、例えば2人のデザイン画、イラストイメージみたいなのを1枚だけ作っておいて、で、それを AI で動かすのはありだ。ああ、確かにね。画像を AI で動かすってあるじゃん。まあ、例えば分かりやすく言うと、窓から外が見える景色の画像があって、それを AI で動かすってあるじゃん。それならありかもみたいなさ。確かにな。その手法であれば、いわゆる作品としてのクオリティも最低限の担保もあるし、逆に手間っていう観点では、静止画を動かすだけなので、そこまでのことではないっていう部分だ、そうだね。これもちょっと、でももう少し僕の知り合いのビデオグラファーとかそういうところにもうちょっとちゃんと聞いてみた方がいいかな。僕の周りにもちょこちょこ優秀なビデオグラファーがいるんで、もうちょっと人に頼ってみるっていうのをやってみようかなって思いました。オッキーの周りとかいないの？そういうビデオを作る人。いるけど、高いと思う。やっぱそうだよね。ちょっと、もう少しこれもリサーチ必要かな。もう少し時間ください、これ。もちろん。議題3。曲を書く作業の共有。前回話してたのが、実際曲を作ってみてどうかっていうのをちょっとお互いで共有しましょうってところで話が終わってたと思うんだけど、とりあえずサッシーが曲を書いてきてくれてたとのことで、ちょっとこれを一回僕も OK も聞いてみましょうか、一旦。いや聞いた。おい、かっけえ。あざます。これギターどうした？ギターは普通にソフトウェア音源で。あ、そうなんだ。これそうなの？だからドラバゴンの時ってバンドっぽい曲あるけどギターいないから、ギターの音ちゃんとした方がいいなって思ってちゃんとしたやつ音源買いました。そういうことか。こんな刻めるんだサッシーって思った。いや刻めないよね。めちゃくちゃ北欧メタルっていう感じだったね。なんかね、とりあえず、こんな曲書くつもりじゃないかったけど、とりあえず書けるの書いたらこうなったって感じ。だから最初曲だけ作ってて、メロ後乗せにして、でもメロの鼻歌に合わせるコードとか頑張って考えてちょっと変えての感じになってんのかな。だからトラックはこういうのだったらいくらでも
作れます。いきなりなんかもうそれっぽいことやってきたから、音楽家っぽい。それ音楽家っぽい。最近ずっとインストの曲しか聴いてなかったんだけど、久々にベイル・オブ・マヤってちょっと前になんかね一曲すげえバズったバンドがいいんだけど、ベイ・オブ・マヤ？ベイル・オブ・マヤ超かっこいいんだけど、それがめっちゃゴリゴリで、でそれをそのまんまやるんじゃなくて、それを聞いてそういうのいいよねっていうテンションで曲変えたらこういうのができた。北欧なのこの人たち？いや全然ね、超アメリカ。それをなんか自分の曲作ってた感じで落とし込むとこうなったっていう。なんかリファレンスになった曲があるわけじゃないんだけど、これがサッシーの中から湧き出てきた。とりあえずこういうのがポロッと出るよっていう感じだ。ハイカラの時にも共有してたようなバンドとか、その辺にも近しいものを感じたし、僕の話になっちゃうんだけど、仕事のノリで曲作る人っていう感じが、結構もう出来上がってる感じがあって言うてね、ハイアンドマイティーカラーの時だと結局マーキーだったりユースケが歌うっていうことを想定して曲書いてるから、なんかゼロから出てきてるものかって言ったらそれもちょっと違うなっていうのはあるんだけど、だから逆にそのサッシーがゼロからこうやって出てくるのって素晴らしいですねって思ってるんですよ今ちなみになんかこの曲書くときにさ、なんか、何を思って書き始めたとかっていうのはあるの？この曲作った時はとりあえず最初はドラムよりも前になんかシンセか音ネタからこうイメージ膨らましてって、あれ見てるかな、ストレンジャーシングスとか見てる？ネットフリックスで今年多分続編多分完結するやつがあるんだけど、なんかそれの舞台が1980年代なんだよね。の時の音ネタの感じ、トレンドがあるのよ。アメリカとかも洋楽とかだと 2,3 年前にすげえ流行ったんだけど、そういうリミックスみたいな、その感じのなんか音ネタを入れたいなっていうのがなんか自分の中であって、でなんかそれとそういうちょっとゴリゴリなやつ混ぜたら北欧感でなんか収まったのかな、なんかアレンジは。なるほど。僕がちょっと曲書いてて思ったのが、まず一個に、なんか僕の場合はある程度歌う人っていうのがイメージできてた方がやりやすいなって思ったので、それを決めるところからこの打ち合わせの段階で決めてやるっていうのが一個ありだなって思ったのがあります。別に歌う人じゃなかったにしても、なんかこの楽器の人混ぜて一緒にやってみたいなみたいなことを決めてやるのが楽しそうだなっていうのと、でもう一個思いついたのがカバー曲をやっていくっていうのもありかなと思って、僕とサッシーがアレンジしたらこの曲はこうなりますみたいなのが、なんか一個その僕らのベクトルを決めるっていう意味でも、ベクトルというか色を見定めていくっていう意味でもなんかやってってもいいのかなって思って、それで実はちょっと前に大きい絡めてやったプロジェクトがあって、ほとんどしちゃったんだけど僕の中で諦められないやつがあるわけですよ。ハイカラの2人目のボーカルのはるかにちょっと OK トラック用意してあげて、それを歌わせるっていう、その頓挫したやつちょっと一回呼び起こしてみたいなって思ってる部分がありましたっていう。だからオリジナル曲だけじゃなくて、なんか別の見せ方もしていけるのかなと思っていう方法はどうでしょう？いいじゃん、カバー。なんか逆にさ、歌う人友達とかさっしそんないない？いるっちゃいるけど、多分、軸があってから招聘した方がいい気がする。なぜかっていうと、今のこのプロジェクトの説明がしづらいから、関係値が今この画面に映ってる
3人であれば問題ないことが、このニュアンスで、じゃあとりあえずっていう人が、やっぱり、まあ、少ないというか、いないに近いというか、そのテンションって大事なことなんだけど、じゃあ、このプロダクトで歌を歌ってもらいましょう。じゃあ、大きいのちょっとなんか鍵盤弾いてみてって言って、弾いてみるわっつって、ポンと例えばじゃあ、明日の朝までにポンとなんか送られてきますみたいな感覚値を共有できるかと言われると難しいみたいな。だから、まあ、堅苦しい言い方になっちゃうけど、仕事としてオファーするみたいな形であれば逆に無限にいるんだけど、まあだからそういう意味では確かにカバーってありなのかもしれないよねっていう。そうね。メグが言ってるその何か、いわゆるターゲットがないと曲が意外に出てこなかったっていうポイントがあるかな。だから、これがだからその表立った活動にリンクするかどうかは別として、勝手にターゲットを絞って、作って勝手に送りつけるっていうのをやってみてもいいんじゃない？やろう、それ。例えば A さんっていうボーカリストがいました。でここに勝手に自分たちで曲を作ってちょっと歌ってみてもらえませんかねみたいなことをやるっていう方が、今の話だとちょっと見えてきやすいのかなっていう。仮想ボーカル立てよう。OK、じゃあ僕の方ではそのカバーの話をちょっと進めるから、多分前にやったデータも残ってるものもあるだろうから、ちょっとそれも起こしてみながら。で、それをもとにサッシー、リズム、編成し直して、組み直して、みたいなところから。で、実際ね、叩いてもらったりとかもしてもらったらいいと思うし。了解です。まあなんか前回の話とはプラスアルファで、こういうことをやっていけたらいいんじゃないかの要素として追加したいなっていう感じだった。ちなみにこのサッシーのデモに対しては、じゃあ今僕がやることとかは特にまだないって感じ？これも完成させてみる？一回。フル尺作ってからでいいんじゃないかな。まあ、これを経て、今の2024年の経験を踏んだメグが、編曲するのもおもろいけどね。ああ、そうね。急にこうガン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 って上がった今。足をからのぶっ込みめっちゃ面白いな。でもまあ取り掛かっていいんだったらそういう感じで進めてもいいかなとは思う。全然ぶっ壊しちゃっていいからこれ。そしたらさ、それもちょっと一旦パラデータで送ってもらった方がいいのかな。で、だからこの曲に関してももしかしたらね、なんか歌う人っていうのを、曲が完成してから、あの人とかに歌ってもらったらええんちゃうみたいな話ができてもいいのかもしれないしね。って感じで、まあ話してきましたけど、まあ、今回のまとめとしては、議題1がプロジェクト名保留っていうか、まあなんか壁打ち的に2つかアイデア出てきたので、それを踏まえて思うこととかを、日常の生活をそこにアンテナ張りながら過ごしてみる、考えてみるっていうところで、ぬか漬けの経緯に処します。はい。で、議題2が動画制作プロセス。これももうちょっと僕の方の周りのクリエイターとかいろんなところ、話聞いてみようかなっていうところで、まあ、それで AI を活用していく方法もいろいろ検討しながら、もう少し考えてみましょうっていうところになりました。で、議題3の曲を書く作業の共有っていうので、まあ、サッシーは01で曲が出てくるので、まあ、すでに出てきてる曲を僕の方でもアレンジちょっと進めていきつつ、まあ、なんかカバーとかそういうものにもちょっと幅を広げてやってみるのもありではないかというところに決着しました。どうでしたか、サッシーさん、今日のミーティング。まあ、俺は結構曲書く方にだいぶ重きを置いて進めちゃったけど、でもなんかね、進んでいくとやっぱいろいろまたそこから見えてくるものが増えてくるから、こういう脳みそを使った久々だったから、なんかすごい充実はしてた。よかった。まあ僕も同じような感じですね。なんか実際やってみるって取り組んでみると見えてくるものが結構ね、出てきたなっていう印象なので、まあ、あえてちょっとまたいろいろ進めていけたらなって思います。オッキーさんの感想も聞いといていいですか？可能な限り俺参加するよ。その
画面に出る出ない別で。うんうんうん。あざます。今日、参加させていただいた感じ、外からうん。俺はなるべくなんか物が言えたらいいのかなって気はする。バスバスと外から見えたものの2人っていうところの立ち位置でもしできればいいんじゃねえのかなっていう気は、なんか今日ミーティング参加して余計に思ったかな。あ、本当。じゃあ踏まえて、次回のミーティングというか、まあ、この僕のアレンジとかもそうだし、まあ、サッシ2曲目作るなら作るとか、あとはサッシなりのプロジェクト名考えてみるとか、その辺をちょっとまたやって、次のミーティングっていう風にできたらいいのかなと思うんだけど、スケジュール的にはいかがですか？スケジュールがね、まだ来週ならいけるか。来週ということで、じゃあ、まあ、リアルタイムで言うと1週間後ぐらいにまた第3回目のミーティングが開催されますということで、それも、だからそういう意味ではね、定期的になんだかんだ配信してる感じだけど、なんか定期的にやった方がいいのかな、この配信って。まあなんか可能な限りはいいんじゃないですか。やっぱパツパツになるとあれだけど、コンスタントに入れてた方がなんか良さそうだけどね。なんか見てる方も応援しやすいのかなって、その方が、ラジオ的にでもやっていけると。例えばなんかほら、まあ俺はともかく差しとかメールとかが忙しくなって、その調整が難しくなった場合って、もっとショートでやればいいと思う。はいはいはい。確かに。今、2時間23分2時間半。じゃあ動画の配信に関してなるべく定期的にできるようにっていうふうに、このミーティングの構想も考えていきましょうっていう感じかな。はい。っていうところが今日の打ち合わせかなと思いますけれど、ちょっとサッシーにはこの後少し残ってもらうと思うんですけど、オッケーはここまでの参加っていうことになるかなって感じです。はい。参加ありがとうございました。ありがとうございました。次回も行けたら参加してください。はい、もちろんです。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様。最後に動画を見てくれてる視聴者さんにもコメントちょっともらっていこうかなっていう感じですね。サッシーさんお願いしていいですか、コメント。まあそうですね。こういうぬるっとなんだろうな、始まったけど、まあなんか意外と見てもらえてるし、熱量もあるので、まあなんかそこにもしっかり届けるような、まあ、楽曲なり、このね会議からまあ次のステップに移る時のこのワクワク感みたいなものも楽しいコンテンツとして作っていけるように、まあ実際今まだそれ実現してないけど、この期間まあ大体1週間ぐらいだったんですけどのこの充実度があるので、それをなんか共有できるように考えていきたいですね。なんかいろいろそうだね。そういうワクワクはすごいあるので、それをこう伝える作業をちょっとね努力していきます。はい。僕からもじゃあコメントという感じになりますけど、なんか前回の動画の時はこの辺の締め結構ぬるってやったけど、意外と見てもらえるんだなっていうのと、YouTube もチャンネル登録とかまでしてくれる方もいらっしゃったし、X とかでもね、他にも反応もらえたから、ちゃんと期待に応えられるように頑張らねばと思ってますよ。なんかとりあえずこの YouTube に関しては登録してもらいたいなっていうのと、本当にコメントとかも書いてくれたら毎回読むようにしようかなって思うので、ぜひコメントも残して、また今回みたいに、まあ、ミーティングで答えが出てないやつとかもちょこちょこあるけど、そういうものに対しても意見とかくれたら、もう本当にいい感じのやつは採用させてもらいたいなって思うし、っていうか頼らせてっていうところで、欲してるよ、欲してる。まあ、今回はこんな感じになりますけど、また来週の打ち合わせも動画回してみようと思うので、ぜひ見てみてください。あと、いいねボタン、ベルマークの通知を押してください。そういうのあるんだね。いや、そう、ハイカラの時にさ、こういうのやったことないからさ、やりたいよ。確かに。時代がね、そういう時代じゃなかった。そう。っていう感じでした。はい。ご視聴いただきありがとうございました。はい。バイバーイ。